にイメージして、なのでね、こういうちょっとしたお出かけの時、こちらは縦の長さが17センチでネット販売のこともわかる Q&A。 今回は私がこのフットベッドのクリエイター。皆様こんにちは、ネイジの猪俣です。今日は春の掲載誌の紹介をしたいと思います。春はね、掲載が続きますので、ちょっとこういう動画が増えていくかなと思うんですけれども、よかったらお付き合いいただけると嬉しいです。このチャンネルではミシン初心者様でも分かりやすいように音声で丁寧に解説をしている動画を配信しています。よかったらチャンネル登録していただいて、最新動画の方もチェックしていただけると嬉しいです。で、今回はですね、春号コットンタイム5月号が本日発売になりました。今回ですね、なんと表紙に選んでいただいたんですね。とても光栄です。こちらに置いてあるのが実物になります。これね、今回のコットンタイムの企画が付録にあるレモンの柄、こちらですね。このレモンのこういう感じの生地ですね。こちらコットン小林さんの生地なんですけれども、こちらがコットンタイムオリジナルの生地ということでコラボレーションされた生地になっております。で、こちらを使ってですね、作品の方を考えてほしいっていうリクエストをいただきまして、今回私の方で講演にも手掛けさせていただきました。レシピとしてはこの生地で1個でバッグを作って、1つでもう1つで、布小物を作るという企画を普段されてるそうなんですけれども、私がですね普段この1枚でできるものみたいな感じで考えることが多いので、この付録があれば全てできるよっていうレシピを今回は紹介させていただきました。で、今回のショルダーがこちらになります。こういう感じで今回ボーダーのタイプにしてみました。で、後ろ側にもこうなってるのはフラップがこうつながってるから、こういう風なデザインになってます。あとここに持ち手をつけて、ショルダーとしてもこう持ってハンドバッグとしてバックインバッグみたいな感じで使うこともできるようにデザインさせていただいてます。同じ黄色のスカートで合わせてみたんですけれども、こんな感じですね。小さめのポシェットになってます。キャッシュレスみたいなのをちょっと想定してですね、もう入れるもの最小限にして、だいたいバッグってこういうポシェットともう一つこうトートみたいなのを持つっていうのが大体ありますよね。リュックとか背負っててもこういうポシェットとか使ったりするんですけど、このポシェットを大きくすればメイン使いにもできるんですけど、今回はこちらをサブとして使えるようにイメージしています。なのでね、こういうちょっとしたお出かけの時とか、フォーマルとかでも使えるような感じのデザインになっています。サイズ感もねすごくいいですよね。で、チラチラ見えて、こういう風にこの後ろ側もチラチラ見えてもすごく可愛い感じに仕上がっています。で、内側はどうなってるかっていうと、今回はこんな感じになってます。内側にポケットが一つ仕切りみたいな感じでつけています。今回ですね、生地がちょっと足らなくなっちゃったので、手持ちの生地が足らなくなっちゃったので、違う生地で合わせているんですけれども、ちょっと見にくいかな、合わせているんですけれども、レシピ掲載の方では同じ生地で仕上げてますみたいな感じにしています。近い色で合わせてみました。で、できるだけ金具を使わないように、カシメとかね使わないように、この布で縫い込んで作り方にしています。若干ですね厚みが増してきますけれども、家庭用ミシンでも仕上げやすいレシピになってますので、問題なくできるんじゃないかなと思ってます。結構ね可愛い形ですよね。これねデザインしたのはもともとね娘が持ってたミニポシェットっていうのがモデルになっています。で、このカーブがちょっと可愛らしいこうカーブになってるのは、前回の付録の定規を使ってレシピを考えてるんですよね。で、その型紙っていうか、この型紙もだいたい直立ちでやってるんですけれども、その時の様子も動画の方でこちらですね紹介してますので、よかったらこちらも参考にしていただけたらと思います。で、この後ですね動画の方もレシピの紹介はないんですけれども、作ってる時の制作の風景の動画の方も紹介予定です。よかったらそちらもチェックしてみてください。で、サイズ感としては幅はだいたい20センチぐらいになります。縦の長さはだいたい14センチぐらいですね。で、前回の動画で紹介したこちらの長財布をちょっと入れてみたいと思います。
で長財布はちょっと入らないんですよね。これは入らないサイズになっています。なのでミニ財布とかちょっと気軽に持ち歩けるようなぐらいのサイズで、横にぴったり手帳型のスマホがぴったり収まるぐらいのサイズ感になっています。なのでね、キャッシュレスで結構お財布持ち歩かないことも増えたので、このぐらいにしてだいたいティッシュとかハンカチとかこのさっきのスマホとかも最低限入れて持ち歩けるぐらいのサイズ感です。今回ですね、作品の方は3作品紹介させていただいています。一つはね、こういう風に持ち歩けるポシェットにしたんですけれども、もう一つはガーデニングとかで、春はねガーデニングのシーズンでもあるので、こういうねちょっとボックスタイプの持ち手付きのボックスタイプのものを作ってみました。これは植木鉢とかプランターカバーとして使ってほしいなと思ってイメージしています。でこちらの方にボーダーみたいな感じで仕上げているんですけれども、よく見るとですね、内側の方ですね、仕立て方がちょっと変わっていて、この切り替え、この部分が普段は脇に来る部分なので、横には切り替えがないんですね。でそこは T 字待ちにしています。 T 字待ちもねショート動画の方で紹介しているので、そちらもご覧になっていただけたらと思うんですが、で内側はこの脇がここに来るような感じにして、ちょっと交互に合わせる作り方にしています。そうすることでこの飾り布っていうんですけれども、こういうボーダーのように使う布が活かせるんですね。剥ぎ合わせをすごく楽にできるように工夫してみました。こちらは縦の長さが17センチで、横のマッチが15センチになっています。ご自身の使いやすいお手持ちのプランターに合わせて作ってみるのもいいんじゃないかなとは思います。これでね、やっと昨日作品は戻ってきたとこなんですけれども、これでようやく私もリビングでこれを使って活かせるなと思ってます。でガーデニングにちなんでですね、使いたいなと思ったのがこちらのアームカバーになります。アームカバーも同じような作り方でこんな感じで飾り布にしています。であえてここの部分はゴムを入れずに、この先の部分だけにしたんですね。なんでかっていうと、こうやって普段ですね、私が着るものがですね、こういう感じ、袖がダボーンとしてるものが多いので、ここでギュッとしてしまうとシャツとかにシワが寄ってしまうんですよね。普段ガーデニングする時こういう格好はしないんですけれども、なんかそういうのもイメージすると、このぐらいがいいんじゃないかなと思って、ここはあえて何もしないようにしてみました。そういうねちょっとしたこだわりがあるんですけれども、ここが止まってればそんなに落ちてくることないと思うんですね。こことギュッと止めるっていうバージョンもあるんですけど、このぐらいであれば十分じゃないかなっていうふうに思ってます。ちょっとだけ土触りたいっていう時とか、出かける前にちょっとだけ触りたいっていう時あるじゃないですか。そういう時とかもこういうふうにこの片側だけ、洗い物する時もですね、片側だけついてれば十分かなっていうふうに思っています。でこのグリーンもですね、このチェックもすごく気に入ってたんですけど、やっとですねこのぴったりな作品になったなっていうふうに思ってますので、これから早速ですね、私はキッチンの方で使っていきたいなっていうふうに思ってます。今回ねループとかつけなかったんですけれども、例えばこういうところにループを挟んであげれば引っ掛けて使うこともできますよね。なんかそういう風に使っていただけたら嬉しいなと思います。ということで今回は作品の方は123点を掲載させていただいています。よかったら書店で見つけていただいて、春のハンドメイド楽しんでいただけたら嬉しいです。今回ですね縦動画にはなるんですが、これを実際に作ってた時の様子を動画の方で撮影していますので、これからね編集して公開できればいいなっていうふうに思ってます。なので本を手にされた方はですね、型紙もついてますので、そちらを参考にしていただきながら動画も参考にしていただいて作っていただけたらと思います。あと今回はですね、作品とは別にこのネット販売の必勝法というね、こういう特集の方にも取材協力をさせていただきました。この日はですね、ちょうどですね
関東で大雪警報が出た日だったんですよね。無事ね帰ってくることもできましたし、行く時も雪降ってなかったんですけど、翌日はね結構雪が積もったっていうニュースやってたので、もうギリギリだったなっていう感じなんですけれども、この日結構長い時間取材させていただいてました。でいろんなことねお話しさせていただいてたんですけど、結構ねお話ししながら初心に戻るような機会になってました。で私はブログの方と個人のねネイジ手作りのある暮らしっていうブログの方と、あとノートっていうのも書いています。でそのノートにはこのハンドメイドでこれまでどういう風な経緯でやってきたのかっていうのも記事にしているんですね。よかったらそちらも見ていただけたら嬉しいなと思うんですが、ちょっと実際去年はですね記事が一つも書けなかったっていう感じでちょっと止まっちゃってるんですけれども、そちらの方もですね概要欄の方のリンクに貼ってますので、よかったらご覧いただけたらと思います。でそういうふうに書いていたのを目に留めてくださった編集部の方が声かけてくださって、今回はこのネット販売の必勝法って、いざねこれから販売を始めたいな、だけどどういうところから始めたらいいのかなとか、どういうことに気をつけたらいいのかなっていうのを改めてね誰かに聞くことができないようなことが多いと思うんですよね。身近にいる友達も聞いてもやっぱりねわからないですよね。同じハンドメイドとか手芸に携わって同じ環境にいる人じゃないとわからないことってたくさんあると思うんですよ。なんかそういうことを私も初心に戻りながら取材でお話しさせていただいたんですけれども、私の活動は2005年からなんですけれども、最初のスタートはですね自宅販売というところから始まりました。たまたまですね近所に木工とか DIY が趣味な方がいて、その方にですねその方がちょうど自分で作ったものを販売するということをされていて、私はまだね作り始めたばっかりだったんですよね。でそれもねヤフーオークションっていうのがあって、今でもあるんですけど、その頃から不用品とかを販売したりとかしてたんですけど、リサイクルで販売をするっていうことをしていたんですけれども、その時にハンドメイドを販売してみようかなっていう気持ちが芽生えて、オークションで販売しようっていうふうに思ってたんですけど、ちょうどその時にその近所の友達が自宅で販売会をするから一緒にやってみないっていう感じで声かけてもらったんですよ。でそれが最初の私の販売するきっかけにはなりました。でもともとねフリーマーケットとかもよくやっていたので、その時に不用品と一緒にその余った生地で巾着を作ったりっていう販売はしていたんですけれども、そんな今ほどですねそんな縫い目とか気にしたこともなかったですし、すぐできるものっていう感じで自宅にあるもので作っていたので、そんなにね価格をつけれるようなものでもなかったと思うんですが、当時は300円ぐらいで販売していたと思います。ありがたいことにねご近所の方が買ってくれたりとか、たまにフラッと立ち寄った方がお客様がねお買い物してくれたりっていう機会はありましたけれども、そんなにね本格的に始めたっていうことはなかったんですよ。もともとその友達に声かけてもらった時も販売するつもりで作ってはいたので、もちろんね自分なりに丁寧に作ってはいましたので自信持って並べることはできたんですけれども、それでもね今とは違いますから、やっぱりミシン初心者っていうかこの販売初心者ですよね。この作品を作って販売するっていうことが全くの初心者の状態だったので、金額の付け方もわからないし、しかもねお誘いいただいたのが朝だったんですよ、当日の。なので当日の朝誘われて金額どうやってつけようっていう感じだったので、ほぼね数百円で販売させていただいてました。でものすごい時間かけて作ったものでも300円だったりとか、今じゃね考えられないですよね。刺繍とかもやったりとかしてたんですけど、刺繍って言ってもね別に自分で考えたデザインではないので、本で見ながらやったものなので、もちろんねそこに価値を置いてはいけないかもしれないんですけど、手間をかけてたっていう意味ではだいぶ時間をかけてたのに、それで今だったらその金額なんだっていう感じなんですよね。でもねやっぱりそういう経緯があるからこそ、今作品に対する価値のつけ方っていうのはその原点に戻れるっていうところがありますね、やっぱり。だからすごくね貴重な体験をさせていただいたんだなっていうふうに思います。最初からその手間賃を載せたりとか、あと
なんだろうね、材料費とか計算してやっていたら多分今の私はいなかったんじゃないかなっていうふうに思います。だからね、その頃ね、手芸店で講師もしていたんですけど、イベントっていうよりは生徒さんにはねバザーっていうふうに言われてましたよねバザー感覚ですよね、金額的にもね。なんかそういう時代はやっぱりスタートラインは誰にでもあるので、最初から成功する人ももちろんいるとは思うんですけれども、私は結構人より階段は長い方かなっていうふうに思ってるので、着実に前に進められるようにコツコツ努力していくしかないかなっていうふうに思って今も頑張ってるところです。なのでオンラインショップで販売させていただいて、こちらね即日完売なんていう風に書いていただいてるんですけれども、全然なんか私自身はですね自信があるわけではなく、本当にねお客様に恵まれてるんだなっていう風に思ってます。で一部ねちょっとこんな感じですね、ネット販売、今回の特集はねネット販売でよくあるのがコンサル系の方の本とかよくあると思うんですけど、今回は私のこのハンドメイドとしてこのクリエイターとしての視点と、あとやっぱりコンサル側の視点とっていうふうに両方あります。でこの方も多分ねハンドメイドで販売をされていて、でどういうふうにやったらうまく軌道に乗って実際に副業とか本業としてできるかっていうところをコンサルのこの山口美香さんという方が解説してくださっていますので、2つのパターンのこの販売の方法を紹介しているので、結構ね読み応えもあるし、私自身が見てもこれすごいなっていうふうに思ったので、作品もそうなんですけれども、これから始めたいなっていう方はこういう内容もちょっと本屋さんで見る本だけではなくって、実際なこのリアルな声っていうのも参考にしてもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で私がね常々疑問に思ってるのは、そういうなんか図書館で見るハンドメイド販売必勝法とか、あとミンネで売って勝ち組になるとか、そういうタイトルねたくさんあるんですよ。あとハンドメイドのねコンサル系の方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱりね販売するものが違えばやることもやり方も違うし、あと周りの環境だったりとか自分のこの生活スタイルとか、そういうことでもやっぱり全然違ってくるので、全くね同じようにして同じように成功するっていうことはないと思うんですよ。ハンドメイドも今ね市場化されてますよね。私もねもうここ近年すごく感じるんですけれども、やっぱりハンドメイドで女性が起業するような場にもなってますよね。特に多いのはアクセサリーなのかな。あと仕入れをして販売するっていう方もすごく多いので、作って販売する側と作って本業として販売する側と、本当に 2パターン出てきてるなっていう感じはしますよね。だからそれによって販売の仕方も違うし、売り込み方も変わってくるんですよ。なのでいろんな風に情報がねすごくたくさんある中で、どれをどういう風に生かして自分の販売、手作り品を販売していったらいいかなっていうところの見方がすごくね凝縮されてるので、私自身がこれ読んでもすごい内容濃いなっていう風に思いました。実際ねこういう特集これまでゴットンタイムであったのかなっていう聞いたぐらいじっくり読んじゃいましたね。すごく勉強になりました、私自身も。で私はですねブログを2005年から書いているんですけれども、その間にもですねいろんなメディアから記事を書いてほしいっていう風なお話をいただくようになって、それまでは日記感覚で書いていたんですけれども、そういう風に書くことを続けていったら、どういう風に書いたら人の心に届くのかとか、どういう風に書いていったら検索でヒットするのかとか、そういうところも研究しながら、SEO って言って SEO 対策っていうんですけど、なんかそういう対策をしながら書いていました。実はですね結構いろいろ私は本を読んで研究したりとかするんですよね、こう見えて。でハンドメイドで販売するハンドメイドで作って販売するだけじゃなくて、やっぱりそういう、戦略的なものもないと、やっぱり販売って人の手に届いていかないものなので、研究したりとかやっぱり
コツコツ何か続けていくことっていうのは大事になってきますね。なのでそういうところとかもこういう記事の中には触れていますので、是非ですねこの書店でお求めいただいた後はこの部分の、ね、ハンドメイドのこの必勝法っていうところも目を通していただけたらと思います。なので私側から言えることはやっぱりクリエイターとしての立場なので、できることはまずいろいろ試してみるっていうことを皆様にはアドバイスできたらいいなっていうふうに思ってます。なんか今 SNS もねたくさんありますよね。スレッズだったりとかも新しくできましたし、あとクラブハウスっていうのもありますよね。あと LINE とか、あと Twitter、インスタはもうもちろんですね。あと YouTube とかたくさんあると思うんですよ。 Facebook もそうですよね。だけどひとまず一つに絞らずに成功させたいなって思ったら、まず全ての SNS を動かしてみるっていうことを始めてみられるといいんじゃないかなって思います。で、最初から成功することはないです。まずなので一通りやってみて、その中から自分が一番合うって思うプラットフォームがあるはずなんですよ。そうしたらそこをメインに動かしていけばいいかなっていうふうに思います。なので私の場合はですね一通りやってますね。Twitter も Facebook も全てやってるんですけど、一番最初に始めたのは Twitter でした。で Twitter を始めたきっかけは東日本の大震災なんですけれども、そこでみんなとつながるっていうことを初めてですね楽しいって感じられたんですよね。それまではなんかランキングだったりとか、同じハンドメイドの手芸の作家さんが集まるところでやっていたので、やっぱりそれこそねマネがあるとか、やっぱり模倣があるとか、そういうことのトラブルとかに巻き込まれるのも嫌だったし、その渦中にいることも嫌だったので、できるだけ交流を避けていた時期がありました。でも今はねインスタとか見てると結構皆さん同じジャンルの方たちでつながってるなっていう風に見てるので、なんか昔とはちょっと違う付き合い方ができるのかなっていう風にも感じます。もちろんねトラブルはやっぱりつきものなので、そこを自分でどういう風に解決してうまく付き合っていくかっていうのも大事にはなってくると思うんですけれども、一番ね私が気になるなって思うのはやっぱりね誰もが読む記事なので、愚痴っていうのはやっぱり出すのはどうなのかなっていう風に感じしますよね。読む側も知らない人の愚痴を読むのも聞くのもやっぱりあんまりいい感じはしないですよね。でそういう風に書いてる人を見ちゃうと、この人こういう風に思いながら作品作ってるのかなっていう風に思っちゃうじゃないですか。だから愚痴がもしあったとしても、そこはねぐっとこらえて文章にせずに家族だったりとか打ち明けられる場所、あとねよく言うのは LINE をね自分宛てに書くって言いますよね。そういう風にやってみると結構気が済むんじゃないかなっていう風に思います。私はホームページ時代からですね掲示板って言って BBS とか足跡ペタつけるみたいな感じの、いうところから始まったんですけれども、やっぱりねそういうところから始まると、いろんなことありました。でいろんなことを教訓にもしてこれたので今があるという感じなんですけど、私はもう今はね完全に発信する側にはなってるので、ほとんどねスマホを触って日中皆さんの投稿を見るっていうことはなかなかできずにですね、自分の発信が中心にはなってしまうんですけれども、だから一方通行になってないかなっていうふうにちょっとね不安になることは多いんですけれどもね。でも皆さんコメントいただけるとなんか楽しく交流できて幸せだななんていうふうに感じますけどね。できる限りトラブルからは遠ざかりながらも、でもねなぜかやっぱりねハンドメイドやられる方多いですからね。あと一人で活動してると悶々とねしちゃうことも多いので、やっぱはけ口欲しいなって思う時はあると思うんですけどね、できるだけ文章にして残すことはしないかな。過去には失敗したことがあって、過去にねやっぱり記事にしちゃったりとか言葉にしたことで失敗したことがあったので、やっぱりそれは良くないんだなっていうふうに失敗から学んできたので、今はね
全くそういうことはしないようにはなってるんですけど、それでもねやっぱり出ちゃう時はね人間なのであるとは思うんですけれども、できるだけねこう読んだ人が楽しくなるような書き方の工夫も必要ですよね。 SNS ってやっぱり文章から人の印象が決まりますので、やっぱり文章を柔らかくして誰が読んでも心地よくなるような文章を心がける、特定の人を攻撃するような言葉を書かないとかね、そういうふうに気をつけていけたら少しずつファンが増えてくるんじゃないかなっていうふうに思います。ファンとか言ってねなんかちょっと何様だよって感じなんですけど、本当にね私の周りにはいい方たちばかりで恵まれてるなっていうふうに思います。なのでこれからね春になるとやっぱり新しいことチャレンジしたいなって思う方たくさんいると思うので、よかったらねちょっとどうしようかな、これからやってみようかなって思う方にもですねいいきっかけになればいいなって思います。で、何作っていいか分かんない時はまずねよかったら私の本の方も参考にしてみてください。商用可能にしてますので、まずねそっくりそのまま真似していいと思います。で、私は真似してくださいって言ってるので、他の人のものを真似してトラブルになるぐらいだったら私の本を購入していただいて、まるで同じように作ってみていただけたらと思います。もちろんねその時にハッシュタグとかアカウント名を加えていただけたら本当に励みになりますし、そうすることでお客様との信頼関係も生まれてくると思うので、やっぱりねなんだかんだ大事なことっていうのはお客様との信頼関係じゃないかなっていうふうなことに尽きるんですよね。こういうところからスタートしてるんだなっていうふうにお客様もね認識されると思うので、そういうところから始めて、で何個もね同じものを作り続けてると無意識に自分のもののレシピに変わっていくんですよ。同じように作りながらもやっぱりこういうところにポケットがあったらいいなとか、こういうところにフックがついてたらいいなとか、そういうふうにアイデアどんどん膨らんでくると思うので、そういうふうな架け橋として私の本も活用していただけたら嬉しいなと思いますので、よかったら皆さんぜひ今年は販売にチャレンジしていただいてですね、これから楽しいハンドメイドの生活していただけたらと思います。ハンドメイドでね販売できるといい生地買えるようになりますからね。私もね3年ぐらいはずっと赤字だったので、売っては買いですよね。売って売り上げが出たら全部布に変わってたっていう感じなので、それで今ねいい生地を買うことができてますので、そういうね階段は大事かなと思います。いきなりいい生地使ってもそれ作れば売れるだろうっていう風な考えはやっぱりちょっと甘いかなって思うので、やっぱり少しずつ階段を上っていくっていうのもいいんじゃないかなって思いますので、よかったら皆さんこの春ね楽しんでいただけたらと思います。参考になればと思います。長く語ってしまいましたけれども、参考になったでしょうか。よかったらですね本屋さんの方でも見つけていただけたらと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。